お客さんの業務に沿った入力のしやすさ、こっから先何も作れなくないですかって思っちゃうんですけど、いや、その意味ねえだろうっていつも思いますね。もう作った方が絶対安いんですよ。分析がしやすい状態からスタートする。いきなりセールスフォースのフローに入るやつ多すぎ問題。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と、陣森と奥島です。今日はこの3人でお届けしていこうというふうに思っておりまして、内容は Salesforce 導入でシステム設計に注力すべき1、2、3の3つの理由ということで、前編ではシステム設計を点じゃなくて線でつなげようねっていうお話をして、結構不安しか煽ってないんですよね。なので、せっかく見てくださってる方は、しっかりこの後編も見ていただいて、我々フライクがどういう風なプロジェクトでシステム設計書を作ってるかとかっていうのを具体、内容までしっかりお伝えをしていこうと思っておりますので、最後までご覧ください。で、もし分かりにくいところだったりとか、ここもうちょっと詳しく聞きたいっていうところありましたら、しっかりコメントをしてください。で、ここまで見てもらって多分大滝のイケメン声に気づいてくださったと思うので、いいねボタンも忘れずによろしくお願いします。では早速本編に入っていきたいんですけど、システム設計書は何ぞやっていう話であったりとか、システム設計のプロジェクトで何をしてるかっていうのをこの動画を見てくださってる方には伝えていきたいなっていうふうに思ってます。ただこの動画をしっかり見てほしい人っていうのは我々の中でしっかりターゲットが決まっていると思いますので、どういう人に届けたいですか？前編と同じ形にはなりますけど、システム構築に関わるいろんな人たちって形で、経営層の方、実際システムを作るときにやっていくの PM をする人とか、上シスみたいな方とか、あとは実際に Salesforce をパートナーとしてされてる方、Salesforce じゃなくても、システムの構築をベンダー側でされてる方っていう方にぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。はい、ということで、パンをアジャイルで作るなというのが前編の内容です。わけわかんない。繋がんなくなっちゃうんで。わけわかんなくなっちゃうんで。この動画を見て、まずシステム設計書の有用性とか、システム設計のプロジェクトをしっかりやった方がいいよっていうことをしっかり感じてもらいたいなっていうふうに思っているので、この動画を見た後でもいいですし、前でもいいので、今日話す内容はすべて無料で資料をダウンロードすることができますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。じゃあ早速、しんぼりさん、内容を教えてください。前編ではなんで大事なのかみたいな話しましたけど、後編ではじゃあ何を作るのかっていうところで、まずシステム設計書を我々はこういう風に謳っております。事業と業務がスケールし続けるための土台。これどういう意味ですか？実際のシステムが動いていくっていう観点で、システム観点ではなくて、ちゃんとシステムを使って事業を動かすと思うので、この事業がちゃんと回り続ける。そして最終的に新しい事業とか、発展展開っていうのもちゃんとできるようにするためにドキュメントを作りますっていうイメージです。わかりました。もう一回いいですか？もう一回、事業と業務がスケールし続けるための土台でございます。どういうことですかね？じゃあ僕がちょっと、理解含めて整理させていただくと、業務だけではなくて、業務の先にある事業全体を見据えてシステムを作らないといけないですよ。そのための土台になるのが設計書ですよ。っていうことで合ってますか？具体的にはデータ構造と自動化、UI、UX、処理ロジックっていうのを作っていくんですよね。はい、そうです。で具体的にこれどういうことやっていくんですか？はい、じゃあ一つずつお話ししていきましょうかね。まずデータ構造設計ということで、これ結構最初にすることが多いんですけど、青写真を作りましょうみたいなイメージですね。機能要件だと取引先の管理ができること、商談の管理ができることかもしれないですけど、いや、商談と取引先って繋がってるよねって形になると思うので、ちゃんと1枚の絵でどういう構成を作るのかとか、Salesforceで言えば外部ツールに頼ることもあると思うので、このデータとこのツールのここのデータを連携させましょうみたいな形で骨格を決めていくっていう工程を我々はデータ構造設計、オブジェクト設計っていう風に言ってます。これパッと見ただけでも作ると分かりやすいですよね。ハブスポット入れるんだとか、ノーションも連携するんだとか、フリー人事労務も連携するんだみたいな連携軸もパッと分かりやすいですし、じゃあ何中身でセールスソースで管理するのってなったら、取引先責任者も管理して繋がってんだみたいな形でデータの繋がりもこう分かりやすく1枚の絵で表すっていうところで、まず最初にこれを作ることが多いかなっていうふうに思います。他にこういう風なシステムを作るって以外にもどんなメリットがあるんですか？あとセールスソースでいくとライセンスによって使えるオブジェクトって呼ばれる箱
が違ったりしてくるので、どの箱を使うかとか、箱を何個使うかみたいなところをやっていくのをこれ見せていくと、じゃあセールスクラウドいらないよねとか、セールスクラウドがいいよねみたいなところにも繋がってきますし。なるほどね。っていうことは、多分世の中たくさんの人は、セールスクラウドのエンタープライズエディションを全員買わなくちゃいけないと思ってるんですけど、そうではないってことですか？そうではないです。はい。知ってました？某 YouTube で聞いたことがあ某 YouTube で。ります。某 YouTube で聞いたことがあります。なるほどね。っていうことは、このオブジェクト設計をすることによって、セールスクラウドがいるメンバーと、プラットフォームでいい人っていうのが2つに分類される。で、そのプラットフォームの中でも安いライセンスでいい人と、高いライセンスじゃないといけないっていう人がいるので、2万円と1万2000円と3000円の分類もしっかりできるっていうのが、これのいいところ。はい。へー。あとは、この線が書いてありますけど、セールスソースだと主従関係とか参照関係みたいなところもありますけど、じゃあ主従で結ぶんだったら親に権限が移住されちゃうので、子供を見る人は親も見ないといけないよね、みたいな、そういった権限の共有モデルみたいなのもこれで一目でわかるような形になるので、全体の地図を引きながら使うライセンスであったりとか、こういう権限構成しないといけないよね。どっちかというと、次の発想につなげていくような一枚絵になってくるかなと思います。このデータ構造の設計書ってあるんですかね？ユーザーさん。でも今話を聞いた限りだと、これないとこっから先何も作れなくないですかって思っちゃうんですけど。これってフライク以外でお客さんの環境を見たときに見たことあります？設計書。なんかパワポで作られてるちょっとした構造。でもそれセールスオーさんが作ってない。そう、そのレベルですね。ですよね。その提案前のやつですよ。提案時の時ですよね。あと、設計書ありますかって聞いて、ありますって勢いよと出てくるので一番多いのは、作った後にセールスソースのスキーマビルダーみたいなやつでもうわーってなってるやつを設計書ですって言ってくる企業さんはいるので、いや、それ意味ねえだろうっていつも思いますね。動画を見てる方、この設計書ありますか？なかったらやばいかもしれないです。ってことですよね。そうです、そうです。高いライセンスを払い続けてる可能性もある。はい、そういう時どうしたらいいんですか？そういう時は、フライクにお問い合わせください。営業じゃん、営業じゃん。ゴリゴリ営業マンじゃん。LP を見てもらうと、ちゃんとわかるので、左側の方でよく解説をしておりますので、気になった方は右側のカレンダー表示しているので、そこでご覧いただくと、僕は営業しないんで。だいぶまろやかになりましたね。問い合わせもらってもね、全然大丈夫なんですけど、まずは標準とカスタムのオブジェクトの、オブジェクト設計図があるかないかっていうのが結構大事だけど、フライクではシステム設計プロジェクトの初期の段階で作りますよっていう風なことですね。はい。じゃあ次に行きましょう。はい。次、この画面上、ログイン画面などを自社ブランドにするための定義っていうところで、セールスフォースですけど、セールスフォースってブラウザでID、パスワード入れてログインして使うシステムだと思うんですけど、セールスフォースはこれのログイン画面のブランドのカスタマイズができます。で、これ結構されてない企業さん多いんですけど、我々はシステム設計の段階で、このブランド定義っていうところでロゴ何使いますかとか、ブランドカラー何色ですかみたいなところで設計をしていきます。で、これなぜするかっていうと、私これすごく重要だなっていうふうに思っていて、このシステムって導入後ってずーっと使い続けるじゃないですか。って時に自分のものっていう認識をしないと、なんか使わせられてる感とか、自分たちのツールじゃないセールスソースって契約してんだなっていう風になっちゃうとログインしたくなくなっちゃったりとかっていうのが嫌だなっていう風に思ってるので、この距離感をちゃんとなくすために我々はログインの定義っていうところからしっかりとやっていきます。どうです？前職の時に使ってたセールスソースの環境、ログインする時にはちゃんと綺麗な自分のたちのロゴでした？いえ、めちゃくちゃセールスフォースって書いてあって、できるんだって、改めて知りました。めっちゃできるんですけど、多分、奥島さんのその考え方は多分 95% の企業さんはしてると思いますよ。この設定、僕見たことないですもん。やってる企業さん。で、なので、相性をつけてる企業さんはいますよね。セールスソースに入力しておいてっていう企業さんも中にはいますけど、この自分たちのニックネームで呼んでる企業さんもいらっしゃいます。それがダサい企業もいますけど、名前がね。なので本当にちゃんと自分たちのものにしていくっていうところですね。
外部から導入されたツールっていうところではなくて、ちゃんと自社の業務基盤だっていうのを認識するために、ログイン画面からしっかりとこだわっていきましょうと。で、心理的にしっかりと使ってもらうっていう状況を作っていきましょうっていうところで、ログイン画面とか、含めて自社のブランド定義っていうのをしっかりとしていきます。で、次、UI、UX 設計っていうところで、私これ結構大事だなっていうふうに思ってますけど、やっぱ見た目って重要じゃないですか。Windows XP のなんか画面化のようなオンペレのシステムってよくありますけど、あんなのって言っちゃったあんなのを日頃の業務で毎日入力するもので使いたいかっていうと、どうですか？なんか単純にちょっとがっかりしますよね。例えば転職先で昔懐かしい画面が出てくると、まだ現役なのか。ちょっとがっかりした気持ちにはなると思います。なので本当にシステムを使い出した時に、ちゃんと自分たちの見た目で入力しやすい、そして目に優しい形で入力をしていけるイメージをつけてもらうために、画面設計っていう形で設計をしていくっていう工程ですね。あと、セールソースって1レコード1レコード入力するのが当たり前というか、それが標準的なところですけど、お客さんによってはスピード重視で入力したいから、一覧で全部入力して、それで保存したら一行一行を保存してほしいみたいなお客さんもいらっしゃると思うので、そのセールソースが入力できますよと、一覧ありますよ、そこでインラインで編集できますよっていうことじゃなくて、お客さんの業務に沿った入力のしやすさみたいなのは一社一社違うはずなんで、こういう風な設計って必要ですよね。そうですね。あとは実は見た目だけではないよっていう話で、見た目と実際裏にデータを持ってるわけなので、この見た目とデータっていうところを同時に設計していくみたいな観点も出てきます。今大滝さんからあったように1レコードずつ入力するっていうところを、いや実はこの見た目で上は基本情報で下は明細になってますよみたいな設計も一緒にしていくので、この段階でじゃあデータベースとしては見積もりと見積もり明細っていう2つの情報がいるよねみたいなところで、ここでデータが絡んでくるところになるので、ただの見た目だけではなくて見た目とデータベースっていう観点もそうですし、あと一番重要なのはそれを入力する人のシーンであったりとか、誰が入力するのかっていうところも結構重要かなっていうふうに思います。セールソースを使って使いづらいとか、もう使いたくないっていう人、本当見積もり書っていうあるなと思って、セールソースの標準の見積もりってあるんですよ。でも見積もりの鏡を作って、件名を作って、明細を作っていくんですけど、その明細を入力するときに商品マスターから選ばなくちゃいけなかったりとか、価格表からやらなくちゃいけないっていうので、一つの明細を作るのに、最低でも4クリックしなくちゃいけないんですね。で、4クリックするとき1個ずつちゃんと入力してるっていう意味合いのが大前提なので、Excel だったらすぐに作りやすい見積もり書が、セールソースだったら4クリックしないと作れないっていうのって、どう考えても嫌じゃないですか。なので、その4画面をいかに1画面で収めるか、みたいなところが、この見た目で重要ですよね。あとは、セールスフォース、いろんな機能があって、データ貯めていって入力していくと思いますけど、奥島さん、最後何すると思いますか？皆さんは。ダッシュボードで見える化したいですね。さすがでございます。ありがとうございます。そうなんですよね。ダッシュボードとかレポート作るときってデータの構造を分かってないと作れないんですよね。なので我々はこの画面定義もしながら、この項目はこのオブジェクトにありますよ。この項目は、いや、このオブジェクトでこっちの下の子供でデータ持ってますよ。っていうのをユーザーさんにもうしつこいぐらい言っていきます。そうするとシステムが出来上がったタイミングでもう使う側はどこのデータベースに入ってるんだなっていうのが一瞬で分かるので、分析がしやすい状態からスタートするっていう、なんかユーザートレーニングみたいなところも兼ねて画面設計っていうのはしていく形になるので、今のためだけじゃなくて未来のためにも設計してるよっていうところがここに紐づいてくるかなっていうふうに思います。まだ奥島さんこのプロジェクトには入っていないと思ってて、このシステム設計のプロジェクト。そうですね。意外とシステム設計のプロジェクトってディスカッションするんですよ。ダッシュボードのコンポーネントってある部品をどう作りますかっていうのを、経営陣とマネージャーと現場の3部門別々でするときもあれば、一同で返してするときがあるんですね。それを経営陣が見たい指標値、マネージャーが見たい指標値、現場が見たい指標値っていうのを一つのダッシュボードに表せるかどうかっていうディスカッションをしていくのをやるんですね。で、これをやる理由っていうのが、実はそのシンボリさんが言ってくれるシステムの作り方っていうのすごく関わってくるので、ダッシュボードで何が見える化したいかとか、何を分析したいかとか、経営陣とマネージャーと現場が一堂に集まってダッシュボードの見える化のディスカッションをしていくときって結構揉めませんか？めっちゃ喧嘩します。しかもロールが違えば違うほど喧嘩します。それが見たいものに対して、いや、俺ら入力せないやんか、みたいなバトルがうわー始まります。それを見て、まあ
でも逆に言うと先にそれをやっとかないと、システムが出来上がった後に、後々からこういうの見たいんだけど、ああいうの見たいんだけどって言われても、もうデータコード決まっちゃってるんでできません。ってことが起きちゃうってことですよね。そうです。おっしゃる通りです。なので、Salesforce のプロジェクトが炎上する理由の一つとして、ディスカッションが建設的にされていない状態でシステムを開発しちゃう。パンで例えると、奥さんはパンが食べたいって言ってて、奥島さんはクロワッサンを作っちゃったんですよね。はい。でも、奥さんはクリームパンが食べたいかもしれない。はいはい。クロワッサン作れるかさておき、はいはいはい。お客様は神様です。パンを召されたいと。はい、そうですね。でもそのパンは何かっていうディスカッションが行われない中で作っちゃうから喧嘩するのだって、初めに何のパンが作りたいですかっていうのを経営陣と、奥さん経営陣ね。現場のしもべは、奥島さんですね。はい。まあ冗談だけど、経営陣と部門長と現場のちゃんと三味で話さないと一体化されないですっていう風な意味合いを僕がパンで例えてみたんですけど、どうですか？なるほど。じゃあ結論、どっちも悪いってことですね。クロワッサンでいいって聞かない方も悪いし、クリームパン食べたいって言わない僕の奥さんも悪いっていう。いや、聞かない方が悪いです。僕が悪いっていうことでよろしいですか？申し訳ございませんでした。クリームパンかもしれない。ここはちょっとカットで。全使いしてますけど。全使いで。はい。あとは、まあ、画面だけではなくて帳票もありますよねっていう話ですね。で、帳票も同じようにレイアウトの設計とか、まあ、このデータをここの帳票に出力しましょうっていう設計も同じくやっていきます。帳票ですごく大事なのって、帳票って結構日本では最終の成果物っていうか、決まったものをちゃんと出す。見積書だったらこれで見積もりですよ。注文書だったらこれで注文くださいね。契約書とかもそうだと思うんですけど、なのでやっぱり最後業務の完了っていうところを帳票はしっかりと示すものになってくるので、データがちゃんと出力されないと意味ないですよねっていうところで入力したものをちゃんと出力しようねっていうところで結構細かく、ここの枠にはこれ出しましょうっていうのを全部こう決めていく。っていうところはしっかりとやるポイントかなっていうふうに思います。この帳票設計をしていない企業さんが僕は嫌いなんです。全部ツールのせいにするじゃん。Salesforceの中に入れれる SVF クラウドとか、帳票 DX とかのツールに全部寄ってしまって、お客さんでも帳票を自由に設計できますよとかっていう風に、ベンダー側がユーザーに投げちゃうんですよ。そしたら、ユーザー側は年に1回しか帳票のアップデートしない。しかも帳票は3枚しかないってなった時に、もう作った方が絶対安いんですよ。なのに、そのランニング費用で稼ぎたいからって言って、そのランニング費用をお客さんに上乗せしてしまって、ベンダー側はそのリザヤで稼ぐみたいなのが僕は嫌いです。なんか今のお話聞いて思ったのは、なんか一回だけシンボリさんと同じシステム設計のプロジェクト、アシスタントで入らせてもらった時があって、この帳票の話をまさにしてたんですよ。で、その時に今細かく決めていきますよって今ありましたけど、どうやって送ってますか？穴開きの封筒に住所見えるようにして、それに入れて送ってます。じゃあこの位置も最後決めないといけないですね。封筒に合わせてっていうところまでお話しされてて、こんな細かいところまで決めるんだっていうのが結構衝撃でしたね。それ実際の業務に載せるってことを考えたら、必要なことじゃないですか。なので、すごいなと思いました。多分その前に、その封筒ってマジでいるんすかって聞いてますよね。聞いてます。そうです。そもそもその封筒なくせませんって言ったら、いや、お客さんが未払い発生しちゃうんで請求書は封筒で送んなくちゃいけないんすよっていう駆け引きが一回発生しますよね。多分僕もあのお客さんだろうなと思って。不動産系の会社ですよね。そうです。ですよね。郵送なんだと思いました。でも致し方なしですよね。そのお客さんは、なので、その話を本当にしてて、管理会社を挟んで、管理会社がこう入れに行く。入居者にね。なので、紙じゃないとダメっていう話だったので、そうだよね。じゃあ、窓脇に入れれるようにしようね。っていう、このやっぱつながりでやってるっていう感じですね。点と線の話ですね。点と線の話ですね。はい。で、最後は、いろんな業務をするイコール人間が動くので、じゃあその人間の動きに合わせてシステムフローであったりとか、承認フローとか、あとはもう保存した時にどういうフローで動かすか、みたいなのをしっかりとアルゴリズムで考えていきましょうっていうところですね。これ人がやっちゃうと、人間が覚えてやらないといけないので、それを自動化させるためには人間と同じ考え思考の動きでデータを動かしていきましょうっていう設計をするっていうのが自動化承認フロー処理ロジックの設計っていう最後の工程になります。いや、これやっ
ってる企業ほんと少ないんだよなと思って、フローで全部できますって言って何でもかんでもその場で作ってしまってカオスフロー多くないですか？めちゃめちゃ多いですね。大企業になればなるほど多くて、うん、仕事たくさんくれるんですけど僕らにこれ解読やばいっすよね、しかも現場も覚えてないっていう、このフローなんで作ったんだっけみたいな。で設計書もないし、その当時のやり取りも分かりませんとか、退職してるから分かんないですみたいなのは本当勘弁してほしいですね、こういうのがあるから前編でお話ししたように再構築した方が早いよっていう話になっちゃうわけですね。全部紐解いていって設計書作って、どのオブジェクトに連携されてるかっていうのも洗い出すんだったら、アズイズはもういいと、2B だけをやった方が結果早いよねみたいな。なるほど。パズルみたいになっちゃってるんですね。なのでパズルにならないためっていうところもありますよね。その未来永劫続くシステムみたいな話じゃないですけど、設計書作っとけばこれ見れば過去の経緯わかるよねとか、こういうロジックで動いてるのわかるよねっていうのもちゃんと記録として残していくっていう意味合いでも作っているっていうところは結構あるかなっていうふうに思います。でも奥島さんの話を聞きながら思ったんですけど、例えると1万ピースが全部黒塗りされてるところを塗らなくちゃいけないのが設計書のないシステム感だなと思って、めっちゃカオスじゃないですか。黒のピースが全部黒塗りされてるんですよ。知ってる？白塗りのパズルがあるの。色が一色しかない。はいはいはい。絶望的ですね。あれ全部組み合わせでこうしないといけないじゃないですか。角っこだけはまずやった後に、あれ何が楽しいんだろうと思っちゃうタイプなんですけど大多数の人はしんどいなって感じがありますよね。でもそれが起きちゃってるんですよ。その設計書が何もない状態でフローを作って、で誰かにバトンタッチする、その現場では楽かもしれないけど、3ヶ月後6ヶ月後12ヶ月後にはめっちゃ困っちゃうみたいな、あれ分かりにくかったですか？いやパズルそうですよね。さすがそうならないようにしましょうってことですね。はい。なので承認フロー、データの流れのフロー、業務フロー、フロー系はちゃんと整理をしてドキュメント化して、あとは俗人化しないようにシステムに任せましょうっていうところを実現するためにしっかりとフローに関する設計書も作っていきますっていう形ですね。具体的に分かりやすいのはこの資料すごく分かりやすいかなっていうふうに思っていて、業務フロー図もこうやって書くと思うんですけど、同じような形でデータの流れを書いていくみたいなイメージですね。業務が始まったらまずここのデータベースからこう取得して、で保存しに行きましょうとか、分岐あるよねとか、100回回ったりするよねとかみたいなのを全部まずフローの図に起こして、これで初めて Salesforce のフローの設計書を書いて実装するっていう形ですね。いきなり Salesforce のフローに入るやつ多すぎ問題なので、まずはちゃんと業務フローをアルゴリズムで書きましょうっていうようなイメージになります。結論すぐにパン作りしちゃダメってことですね。そうですね。はい。準備が大事ってことですね。はい、もうでもこの動画を見てくださっている方はうまくいってる人は僕見てないと思うんですよ、失敗をしちゃってる人だと思うんですけど、そういう人たちがまず何をしたらいいですか？前編では機能要件をめっちゃディスってましたけど、私機能要件だと思っていて、まず機能要件何をやりたいのかっていうのを洗い出すっていうところが重要だと思います。で、皆さんこれされてます。ただ機能要件できて満足して構築をしちゃうので良くないので、この機能要件を持ってプロにちゃんと任せたりとか、あとは AI とかに聞きながらそれをちゃんと線につなぐ工程をする。ただここがすごく難しいので、自社で頑張らずにやっぱりプロを入れましょうっていうところが私は重要かなって思います。多分お客さんの現状で言うと大きく分けて2つかなと思ってて、もう無理だと。今のセールスソースの環境が。もうフローもめっちゃあるし。っていう時にはもう一回新しいセールスソースを契約してうんぬんではなく、まず何をやりたかったのかっていうのを 2B のところを一緒に描いていって、機能要件をしましょうと。で、その後に、じゃあそれをどうセールスソースとか他のツールで実現するかをシステム設計をやりましょうっていうのが、一つ目のユースケース。で、二つ目は、今のセールスソース環境を使い続けたいと。ただ、このままやっていくとめちゃくちゃカオスな状況になっちゃうから、ここで改めて今の環境のシステム設計書を作りましょう。そのシステム設計書を作って未来永劫ちゃんと再現性のあるシステムとか、手こ入れができやすいシステムにするために今設計書を作る。なのでその時にフライクと一緒に作るっていうのもありだし、我々のこのエッセンスを真似していただいて、今のパートナーさんと組んでやるのもありだし、自社だけでやるのもありってことですよね。はい、合ってます。じゃあまずはこの資料をしっかりダウンロードしていただいて、勉強していただいて、システム設計書を作ってください。で、作れなかったらどうしたらいいんですか？作れなかったらどうしたらいいんですか？すっ
ごい作れなかったらお問い合わせをしていただきたいですと。で、なんか便利な世の中なみたいで、この概要欄のとこポチッと押してもらうとなんか右下からカレンダーがピョコって出てくるんですよね。もうそこで我々の空いてる日程は抑えることができるので、もう抑えていただいて、もう会話しましょうっていう形で、一緒にお話がたくさんしていければ、なんか今日お話しした以外の選択肢ももしかしたらあると思うので、ぜひご相談をいただきたいなっていうふうに思ってます。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。最後まで見てくださった方は、ぜひコメントだったりとか、いいねボタン、グッドボタンですね。よろしくお願いします。で、わからないこととか、深く聞いてみたいことございましたら、コメント欄に記載いただいてもいいですし、概要欄に私たちフライクの予定の URL を貼っておきますので、60分間無償相談会って形もできますので、ぜひ私たちフライクにフランクにお問い合わせをしてください。では、次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。